うんそうですね、僕、今回でアメリカのイベント3回目なんですけど、みんな、ゴジラのファンはゴジラのファンなんですけど、特に僕のやった GMK のゴジラっていうのを好きだって言ってくれる人が多くて、本当に僕も嬉しいです、来てもらって。みんなの日本でもあるんですけど、アメリカの人たちにもこんだけ知られてるんだっていうひしひしと伝わってくるんで、とっても嬉しいです。初めはアルバイトでライブショー、東映の戦隊とか仮面ライダーとかの、ライブショーをやってたんですけども、だからアルバイトだからどうせもう2年ぐらいで会社に勤めるんだろうなって思ってたんですけど、それが面白かったのと、あとその時にちょうど雨宮監督のデビュー作の「未来忍者」っていう作品に出させてもらって、それでそれが初めて映像に出演したのが初めてなんですけども、それでもうさらに面白さっていうか面白くなっちゃって、そのままずっとこの仕事を続けることになりました。それまでアルバイトの時代から途中まではマスクとスーツ、普通の衣装ですよね、衣装を着てずっとショーをやってきたんですけど、多少モンスター怪獣をやってるとごっついのはあるんですけど、たまたまそのガメラ2の敵のレギオンっていうのをやらせてもらった時に、1体の怪獣の中に2人入って操作するんですけど、そこにあるその時の衣装がもうとてつもなく重いやつを着てでそれからあとずっとそういうハードなキャラクターしかやってなかったです四つ足になったりとかでっかいロボットだったりとか、本当にそういうそこからがもうハードになってきて、最初は結構細かったんですけど、これをやってからもうどんどん筋肉とあれがついてきてボリュームもガンとアップしちゃって、それがちょっとエピソードですその時々の、まずは形を、そのデザインとか出来上がったスーツの状況を見て、どこまで自分の中で動けるかをまずは把握してから、それからそのキャラクターに合った動き、何をモチーフにしてるかとか、そういうのを入れてで、演じる。だからゴジラはもう長い歴史の中のやつなんで、その過去の先輩たちの動きをプラスして、でプラス今までやっちゃいけない、これはダメだろうって言われてきたこともとりあえずチャレンジしてみて、カメラテストでやってみて、でやっぱりダメな時はダメなんですね。ダメって過去の先輩がダメって言ったらやっぱりダメだったんで、あとは他のところで自分なりの個性を出す。で特撮の怪獣ものビッグスケールな大きな怪獣になってくるとスローモーションになるんですね。だからフィルムは3倍で回すことになるんですね。3倍回すとスクリーンの中でドーンドーンドーンってなったら、その3倍の実際は3倍の速度で動くドーン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 で、やっとその上映するときにドーンドーンドーンだ、その中で動かなきゃいけないんで、気にはしますけど、ほぼもう必死にやってるのが多い状況ですそうですね、ゼーラムっていうキャラは頭に傘があって、でその歩くときにこの傘が揺れないように、なるべく揺れないようにとか、あと曲がらないようにっていうのは監督の方からもアドバイスがあって、なるべく意識するようにしてました。あとはその時重さ、歩く時も軽くならないように、なるべくドーンってなるような感じで歩くっていうのは意識しました。で一番最初に出てくるのがマントをつけてる状態なんですけど、結構飾り物も重くて、で銃も重くて、上げるのが結構重いですっていうのがだからそれも出さずに、なるべくクールにスッてやったりとかするのは結構大変でしたけどはい